もしもし、母さん。この仕事が終われば、手術費が足りるよ。すみません。皆さん。俺、今、本当にお金持ってないんです。そっくり。本当にそっくり。うわ、ちょっとお姉さん。いや、違う。美人さん。俺、あんたたちのこと知らないよ。人違いでしょ。この人、知ってる。これって、俺の行方不明だった父親？いやいや、こんなに若いなんて、これ、整形したの？俺が整形しても、こんな風にはならないよ。霧島俊って名前よ。今の君の最大の任務は、彼になりきること。美人さん。もしかして、何か仕掛けてる？ドッキリ番組とか？あ、カメラ、どこに仕込んでるの？お母さんの心臓の手術代、もう支払った。今は、君が質問する番じゃない。明日、私と疾風ホールディングスをがっかりさせないように、よく考えなさい。疾風ホールディングス？あの業界のトップ？本気なの？まだ夢の中かよ。しかも美人まで出てきたのか。3分で着替えて、最初の授業だ霧島俊は朝寝坊なんてしない。働かせるだけで何も与えないなんてちょっと聞きたいんだけど。霧島社長って朝何食べてるんですか？先に準備しておきたいんで。朝ごはんは全然食べない。黒コーヒーしか飲まない。砂糖もミルクもなし。これさ、ほんと大変だな。いや、つまり、霧島社長って、本当に、ストイックですね。計画変更取締役会が、1時間前倒しになった。田村が来た。田村？ココナッツジュースの人？あいつは、私たちを容赦なく、丸ごと食っちまうようなやつよ。よく聞きなさい。余計なこと言わないで。私の指示通りに動いて。目食って、色のこと？色ばっか見てたわしじ。なんて見てる暇ないよ。間違いない。どこ？霧島俊の車が見つかった。山道の下にあった。彼は、行方不明。これからは彼を演じる演じゃなくて、あなたが彼そのものよ。そうしないと、彼と同じ運命をたどることになるよ。霧島社長聞いたけど、先週スイスに遊びに行ったん？だって、むしろ顔色が悪くなってるじゃないか。スケジュールがきつすぎたの？それとも何かトラブルでもあった？スイスか。スイスがどこにあるかすら知らないよ。外の風をたくさん見てきたけど、やっぱり戻ってきたよ。皆さんのパフォーマンスを拝見したくて。霧島社長、何か裏がありそうだね。霧島社長はこう言いたいですよね。会社の業績をキにしてるってことですね。田村副部長、それなら第3四半期の決算をチェックしてみましょう。急がなくていいよ。霧島社長、南アフリカの鉱山の件。やばい、このプロジェクト、問題あり。彼、書類を見てない。いや、やばい。スイスに行く前に戻ったらすぐ契約すると、言ってましたよね。皆さん、もう仕分けありません。スイスが戻ったばかりで、まだ少子が戻ってなくて、少々席を外します。ちょっと、何やってんの？いや、もうちょっとでバレるとこだったよ。鉱山とか、何の書類とかさ、何も教えてくれなかったじゃん。あれは田村の罠だよ。あのプロジェクト自体が仕掛けなんだ。もし契約しちゃったら最低でも100億の損失になる。そんなに？ねえ、どうしたらいいんだよ。今、どうすればいいの？
会議室に戻ったら隊長が悪いって言えばいい。隊長不良だって、プロジェクトは延期して。後で話し合うって忘れないで。君は霧島俊なんだから。君が延期すると言えば、誰も逆らえないよ。腹をくくる。うん、やるよ。でも、一つ条件がある。もっともらわないと。精神的な保証もんね。霧島社長、隊長の方は大丈夫ですか？プロジェクトは延期する。田村副部長、そんなに急いでるんですか？俺がいなくても会社はちゃんと回ってた。でも俺が戻ってきたから、ルールは俺のやり方で行く。田村副部長、どうなんだ？もちろんです。大丈夫です。お帰りなさい、霧島社長。君にはわからないよ。さっき死ぬかと思ったよ。なんかさ、田村の目、まるで人を食いそうだった。今の君の演技、最後の2言は良かったよ。ちょっと彼らしくなってきたね。でも、まだ全然足りないよ。霧島社長、白石副社長。どうした？こちら、サインが必要な書類です。もう見ないでよ。これ、意地を見られたらバレるって。もう大丈夫だから、出てください。はい。何だよ、これ。俺、こんなのサインできないよ。霧島俊は、細かい書類なんて見ないよ。全体の方針しか気にしないんだ。サインして筆跡はちゃんと似せて。母さんの既得の知らせにサインするときより緊張してるよ。これ、何んだよ。まるで暗号みたいだ。今夜中に全部見ておいて霧島。俊のスピーチ動画インタビュー。映像生活週間の記録も全部、早く彼になりきって。ああ、もう、やめてよ、もう。殺してくれよ。社長になるなんて、代行運転よりずっと大変だよ。ファはい、見る、よ。泣いても通用しない実力だけがものを言うんだ。あいつ、なんか、本当にすごい人かもな。自分で見てて。ちょっと出てくるね。目がくらんだ誰かいる気がするな。うわ。ブレーカーが落ちたぞ。配電盤を確認しろ。これ、誰が落としたんだ？何が起きたの？申し訳ありません。霧島社長、白石副社長、配線の故障は復旧しました。大丈夫？大丈夫だ。よ。ただ、びっくりしただけ。そうだ。疲れた、帰ろうん。巡回を強化して。かしこまりました。霧島俊の誕生日かな？白石愛菜の誕生日かな？試してみよう。じゃあ、試してみよう。俺の誕生日でやってみる。開いた！
これ、事故じゃない。誰かが殺そうとしたんだ。寝不足？昨日の停電のこと、まだ気になってる？うん。まあな。シュンが事故の前に何か様子がおかしいとか気になることなかった？なんでそんなこと聞くの？いや、別に何でもないよ。ただ、ちょっと前の自分が気になっただけ。彼はずっとこんな感じだった。冷静で仕事が早くて、機械みたいな人。でも、それ以外には？なんでもない自分のことをしっかりやって、今日は海外企業とビデオ会議がある。ミスしないように。きっと、何か隠してる。霧島俊さん。霧島俊さん。ですから、第5条の追記について、霧島社長に確認していただきたい。ちょっと待って。ここは1か8かで行こう。私が知っている限り、条項を補足するには、まず先方が第三者による安全認証報告書を提出する必要があります。まだ報告書は届いていません。よね。さすが霧島修さん、よくご存知ですね。実際、少し遅れが出ております。まさか、当てるなんて。昨夜、適当に資料を見てたとき、たまたま目に入って助かった。霧島社長、さすが、鋭いですね。でも、こんなのは大したことじゃないですよ。部下にやらせれば十分です。こんな細かいことより、もっと大事なことに集中すべきですよ。ちょっとした手順でも意外と大きな問題が潜んでいることがある。田村副部長はどう思われますか？霧島社長最近、なんだか慎重になってません？慎重にすれば万事うまくいくよ。田村副部長も気をつけた方がいいよ。お先に失礼します。もしかして何か知ってるんじゃないか？そんなはずないでも、もう一度調べろ。事故現場の周りを他に誰かいたかどうか、特に俊さんにそっくりな人がいたら必ず報告しろ。ハチス、何やってんの？やあ、箸ちょうだい。ここは洋食なのよ。俊はこんなことしないわ。ここは道端の焼き鳥屋の方がガツンとくるよ。社長ってほんと苦労するな。こんな苦労味わいたいって思ってる人なんて山ほどいるのに、まだチャンスもないんだから。マナはどうなんだ？そうなりたい？どういう意味？それで納得できるの？偽物に任せてこんな大きな家業を守ってもう戻ってこない人をずっと待つつもり？はいって。白石さん、お好きなフォアグラです。いつものご要望通りにお作りしました。何見てるの？食べないの？知らないの？霧島、俊はフォアグラ。ダメだ。問題を意識し。でも食べたらすぐ集中治療しすぎたぞ。そうなの？忘れちゃった。婚約者なのに、どうして彼が何にアレルギーあるか知らないなんて。マナ、ちょっと聞くけど、なんで俺を選んだんだ？本当に俺が彼に似てるからなのか？いろんなことがあるけど、知らないままの方が身のためよ。でも俺はもう知ってる。彼とあの崖で一緒に死ぬところだった。今、誰かが俺を狙ってるかもしれない。黙れ。みんなに知られてもいいの？命が惜しいなら、私の言う通りにしなさい。しっかり彼を演じ続けて従わなければ、他の誰かがやる前に、私が一番に始末する。長者に、この書類、胸中に頭に入れて。霧島社長、お荷物です。これ、君が注文したの？これ、火のやつじゃ。誰が送ってきたの？わかりません。外して、誰にも話さない。で、はい。
誰かにバレた。誰だ？田村か？バレちゃったってことか。もう帰っていいのかな。バレたって。だから、何？これで仕事しなくて済むし、返すのは半分だけだから。ね。うん。まさか、今抜けられると思ってるの？写真を送ってきたやつ、なんで後悔しないんだ？私たちを脅すためだ、言うこと聞くか？それとも、一緒に死ぬか？じゃあ、どうしたらいいの？これからが本番だ。自分の操り人形をしっかり見張ってろ。そういえば、社内通信システムのセキュリティチェックをアップデートしないと、特に匿名メッセージのブロックを。わかりました。白石副社長、すぐ対応します。あとさ、もうちょっと詳しく教えてほしいな。ねえ、これって何？なんか、すごそうだ。な。霧島社長、これは追跡アプリです。逆に追跡できるか試してみます。各部門に迷惑メールを送ってくるやつを特定します。トップメインなの？これ、役に立つの？理論上は相手がもう一度送ってきたら特定できるかもしれません。誰だ？ダメだ。何す？木だ。かけてみるか。そのまま演じ続けろ。もっとリアルに演じろ。次の取締役会で否決しろ。田村の物流買収案を。あいつ、田村と組んでるわけじゃないのか？動きあった！返事来た！買収案、否決するの？どうして？この案件は目を通している大胆な内容だけど、儲かる案件だよ。とんでもない、落とし穴だ。田村、もう知ってるの？知ってて進めてるなら、会社を食い物にする気だよ。あの謎の人物、私たちを助けてくれてるんだ。いいさ。ちょっと、みんなに連絡して、明日の午前、臨時取締役会を開く物流、買収案を話し合う。このプロジェクトが成立すれば、産業チェーンの構成が大きく整います。今しかないですよ。皆さん、霧島社長、ご意見はどうですか？私は反対します。理由は？リスクが読めない。特に隠れ債務の問題がある。馬鹿げてるよ。ねえ、霧島社長。そんな噂、どこから聞いたんですか？噂かどうかは田村副部長が一番よくわかってるはずですよね。もっと詳しい入札、報告書が必要ですね。霧島社長、田村副部長の言う通りです。そうです。ずる賢い奴らばっかりだ。もういい。俺は言った。この案件は棚上げだ。賛成の人は？反対の人は？いいね。霧島社長。本当に前とは違うな。霧島社長、最近そばに助けてくれるすごい人でもいるんですか？俺がそのすごい人さ。ダメ？偽物は偽物だよ。尻尾をどんなに隠しても結局バレるんだ。そのうちわかるさ。ヒョウは一応勝てたわね。今は一時的なものだよ。でも田村はどうするかな？きっと諦めないよ。それに謎の人物もいるし、あいつは一体何を考えてるの？あいつ、なんか田村に対して僕らを助けるっぽい。私たちを利用してるんじゃない？田村をやっつけるために。そして結局は自分だけ得しようとしてるんじゃない？もしもし、三浦さん、
母さん、どうしたの？レン君、お母さんの手術が前倒しになったの。明日一番目の手術になったよ。しかも先生がたくさん来て、一番腕のいい先生が執刀してくれるって。僕、連絡してない。だけど。費用は？そこが不思議なのよ。病院が全部無料って言ってるの。何かの理由で事前知人が援助してくれるって。まさか、あなた？私じゃないよ。ちょっとしたプレゼントだ。要手術の成功を祈ってる。ちゃんと演じろ。なんで知ってるんだよ。なんで母さんの入院先まで、それだけじゃない。手術の時間まで全部わかってるなんて。あいつ、誰なんだよ。あいつは、私たちを助けてるだけじゃなくて、それどころか、私たちのことを全部監視してるし、あなたまで買収してる。俺は霧島だ。ただ演じてるだけなんだ。この嘘の人生。本当に、続けていくしか、ないのか。お母さん、無事な。それだけでいい。俺のことなんて、どうでもいい。仕方ないの世界、トップの専門家でわざわざ飛んできてくれた事前基金の手続きはちゃんと揃ってる。どこから来たのかわからない今回のことで、あの謎の人物に大きな借りを作ったね。了解した。この借りは心に刻んでおく。霧島さん手術はとても成功しました。もう少し入院して様子を見てから退院できます。ご心配いりませんよ。ありがとうございます。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。感情をしっかり抑えて、いつでも誰かに監視されているかもしれない。わかってる。でも、母さん、手術が終わったばかりなんだ。俺は、機械じゃないんだ。霧島俊は、標的を無事でいたいなら、母さんに穏やかな老後を過ごしてほしいなら、あなたは機械にならなきゃ。狩りは返した。今だ田村羊猿を排除しよう。財務部にいる副部長を君のやり方で。来たぞ。新しい任務だ。俺のやり方で。彼は、君を試してる。どこまでできるか、見てみたいんだ。人をどうやって処理すればいいんだ？どうしたらいいんだ？首にするか、それとも、まさか、そんな。佐藤明の資料を全部、できるだけ詳しく集めてくれ。詳しければ詳しいほどいい。特に、やましいことや、裏の情報も、全部。佐藤明、田村、羊猿の親戚怪しいことしてる。2世の領収書で会社のお金を横領してる。大した額じゃないけど、でも何度もやってる。田村は見て見ぬふりしてる。知らんふりしてる。モロガで、安いな。全員に伝えて、財務部の中堅異常のメンバー、今すぐ会議室に集合。どうする？俺、なりのやり方で。最近、会社のプロセスを改善する、特に経費の精算について、例えば、こういうの。これらのレシート、タクシーの領収書まで全部連番になってる。ドラマでも撮ってるのか？佐藤主任、普通こういう時、どうするんだ？社長、もしかして、これは部下のせいかも。それは管理ができてないってことだな。ちゃんと管理できないなら、もう管理しなくていい。佐藤主任、退職。手続きを。はい。手っ取り早いね。霧島俊っぽくないね。彼はじっくりと仕掛けるタイプだから。早く効果が出れば、それで。10分ダムラはどうだった？佐藤に会いに行ったよ。多分、口封じするつもりかも。今回のことで警戒されちゃったね。よくやったな。ちょっと様になってきたな。ほら、満足してるみたいだね。でも、なんか俺、あいつの手先になってる気がする。
霧島社長、なかなかやるね。佐藤は俺の側で10年も支えてきたんだ。それをお前の一言で簡単にクビにするとはな。会社にお荷物はいらない。田村副部長がどうしても手放したくないなら、一緒に辞めてもいいですよ。若いの。そんなに熱くなるな。ポジションによっては、落ちたらもっとひどい目に遭うぞ。忠告、ありがとう。俺のバランス感覚は悪くないよ。お前、霧島俊じゃないんだろ？田村か。追い詰められて、暴走してる。な、変なこと言い出したな。もう一度調べ直した三田霧島俊が事件を起こした夜、参道の入り口の監視、カメラに代行運転手が映ってた。そいつ、お前そっくりだったぞ。すごい偶然だな。やっぱり、突き止めたか。世の中は広いもんだ。珍しいことなんていくらでもある。君も調べてみたらどうだ？目が霞んでるんじゃない？おや。お前がどんな奴でも、疾風ホールディングスの内部は想像以上にややこしいから、なしらいしまなって女もそんなに甘くないぞ。騙されて相手のために金を数える羽目になるなよ。水が深いってことか？白石愛も甘くないって。まさか田村と謎の人物仲間じゃないのか？この水は一体どれだけ濁ってるんだ？あいつは君のことをただ教えていたよ。敵の言うことなんて信じるの？わざと私たちを仲違いさせようとしてるんだよ。仲違いさせるつもりか？じゃあ教えてよ。霧島俊はどうして行方不明になったんだ？あの USB メモリのドライブレコーダーの映像に、これ、殺人事件だろ？本当に知らない。本当に知らないのか？君が一番彼に近い存在だろ。親密？あんな人が誰かと本当に親しくなると思う？私だって結局、彼の盤上のちょっと大事な、ただの駒に過ぎないよ。霧島社長、遅くに失礼します。先ほど暗号化されたメールが届きました。霧島社長ご本人宛てです。送信者は文字化しています。わかった。私の端末に転送してくれ。これは海外の資金洗浄ルートだ。多分羊さんのものか。また、謎の人物が情報を送ってきたな。今回のターゲットははっきりしてる。田村羊猿は、毒蛇組と組んで、資産を移した証拠を見つければ、あいつを完全に追い落とせる。どうやって手に入れるんだ？盗みに行くしかないのか？証拠は田村羊猿のアシスタントのパソコンにある。明日午後3時。アシスタントは歯医者に行く。パソコンはオフィスに置いてある。持ち時間は30分だ。まさか、俺たちに泥棒しろってことか？講師会に行くね。田村がいる。フロアの従業員の注意をそらす。君は取りに行って。俺が盗みに行くの？君は霧島社長なんだから、社長なら事務室を見回るのは普通だよ。私はいけない。嫁立ちすぎるから。じゃあ、パスワードは？謎の人物からパスワードはもらってない。臨機応変でやって。着いた。ここからは別行動。田村の誕生日。違う。会社の設立日か。これも違う。赤ちゃん？で。神様、ありがとう。霧島社長、中にいるんですか？霧島社長、なんでうちのアシスタントのオフィスにいるんだ？霧島社長。なんでうちの女性アシスタントのオフィスにいるんだ？さっき通りかかってドアが開いてたから、ちょっと中を見てただけ。田村副部長部か、思いなんだね。このパソコン、いいね。霧島社長、もしパソコンが必要なら、うちの後勤に頼んで、もっといいパソコンをご用意できますよ。大丈夫だよ。俺は、こうやって気ままに見て回るのが好きなんだ。どうだった？見つけた！でも、田村に見つかりそうだった。怪しま、レタ、急がないと。これで十分。この証拠で田村を刑務所送りにできる。この後どうする？すぐ警察に通報する？いや、まずは次の取締役会で後悔する。
彼を世間に恥をさらして二度と立ち直れないようにする。よくやった。でも、田村はただの子。まだ彼の後ろには毒蛇組がいる。彼が言ってたんだ。田村はただの手先だって。毒蛇組が本命の大物なんだって。この闇は、やっぱりそこが見えないな。これが私たちが持っている証拠です。田村。羊猿は職務を悪用して海外の空き殻会社と結託、Cグループの資産を流して20億円以上を持ち出しました。デタラメだ、こんなの。偽物だろ。この証拠全部経済犯罪対策部に渡すよし、上出来だな。自分たちが勝ったと思ってるのか？お前、この偽物め、俺がやらなくても、誰かがお前を始末するからな。何するんだ、花。田村、羊猿は警察に連行されたよ。私たち、勝ったね。今は、まだ一時的なものよ。あの謎の人が、誰かがいるって言ってたけど、誰なんだろう。毒蛇組かな？田村、羊猿を倒すのは、あまりにも簡単だったな。まるで誰かに後押しされてるみたいだ。謎の人物は、私たちを助けているのか、それとも、私たちを利用して、障害を取り除いているのか。霧島社長ご確認お願いします。わかった。そこにおいて。はい、すみません。霧島社長、僕のせいです。すみません。ドジだな。俺も最初は、そんな感じだった。そこにおいて大丈夫だよ。もう、いいから、出てて。ありがとうございます、霧島社長。どう？昔のこと、大工やってた時、懐かしい？ちょっとね。たださ、もう、戻れないんだ。やっぱり、戻れないよ。この席に座った瞬間から、すべてが始まったんだよ。もしもし、母さん。退院手続き終わったよ。うん、わかった。車を手配したから、迎えに行くよ。僕が用意した場所に住んで、ね。お母さん、まだ知らないんだね。こんなこと言えるわけないよ。母さんには宝くじが当たったって、いい仕事を見つけたって言うしかないんだ。ハチス、ちゃんとした仕事してるの？母さんはね、なんだか落ち着かないのよ。母さん、何を心配してるの？もちろん、ちゃんとした仕事だよ。うちの社長は、俺のことを認めてくれてるんだ。これからは、楽させてあげるからね。母さんの餃子、また食べたい、な。餃子食べようね。うん。今すぐ帰って作ってあげるよ。いいよね。母さん、ごめんね。僕が選んだ道は、もう戻れない気がする。母さんのために、この道を、歩き続けるしかない。毒蛇組、まるで蒸発したみたいだ。謎の人物からも、連絡が途絶えた。敵は隠れている。私たちは丸見えだ。待つしかない。あの人、生きてるの？今どこにいるの？は、池を見ると。海外か？ゲームは第2ステージに突入する。彼を見つけるか、それとも彼に見つかるか。霧島俊が生きているなら、なんで帰ってこないの？何を待ってるんだろう？多分、俺たちと田村が潰し合うのを待ってるんじゃないか。もしかしたら、彼は毒蛇組に操られてるのかも。いや、もし霧島俊が死んだふりをしてたなら、あの事故も。もしかして、彼の自作自演だったのかも。巧妙に姿を消したんじゃない？じゃあ、私たちが今までやってきたこと全部、もしかして全部、彼の思惑通りだったのかな？もし、霧島が死んだふりをしているなら、あの謎の人物は誰なんだ？本人なのか、それともライバルなのか？もし本人なら、どうして影武者を使って状況を落ち着かせて自分は裏に隠れているの？もしかしたら、彼には影武者が必要なんだ。すべての攻撃を受け止めるために、田村みたいな兵も裏もある攻撃からね。影武者がもう用済みになったら、切り捨てられるだけだ。もしもし？誰だ？
プーケット等に行くのはかなり危険よ。罠の可能性も高い。残る人も危ない。私が行く。彼のことはよく知ってるし、向こうの人も知ってる。ダメだ。危険すぎる。俺が行く。俺は男だ。行っちゃダメ。あなたが行ったら、会社が大変なことになる。今は、あなたが霧島衆なんだから、ここにいなきゃダメ。ダメ。俺が行くじゃない。ここにの、これ。でも、俺は操り人形だ。そろそろ俺を操ってる。本当の重に会いに行くときだ。行ったら死ぬだけよ。あっちは全然知らない。場所だしみんな彼らの手下ばかりよ。ここに残って死を待つなんて、それの方が苦しいよ。せめて相手が誰なのか知りたい。会社は乱れちゃいけない。ここにのこれ。これは社長命令だ。本当に信者よ。これだけで君と連絡を取るよ。もしさんに稚語に戻らなかったら、警察に連絡して、全部公表して自分で逃げろ。何を企んでるんだ。これから、俺は、霧島蓮じゃない、霧島俊でもない、ただの答えを探しに行く。見知らねえ、人間だ。みんな、待ってるんだぜ。絶対に生きて戻らなきゃ。こんにちは。どこまで行きますか？ここ。東京か？日本人？日本人？そこは遠いですよ。いくら？ちょっと、せっかくもらおう。いいよ。オッケー。じゃあ、行こう！ここって、観光地じゃないみたいだな。この辺り、ホテル、多い？前は、たくさんあった。去年台風があって、観光地もかなり壊れちゃって、今はほとんど人がいないよ。謎の人物が、俺をこんな場所に呼び出したのは、何のためだ？同郷さん、ここだよ。待ってようか？まだなくていいよ。すぐには戻らないから。はい、ゆっくりね。うん。誰かに監視されてる。このさっき吸ったタバコの吸い殻だ。誰か来てたな。確かに。さっき音が聞こえたのに。すみません。探してる人がいるんです。この人、見たことありますか？知らないよ。早く帰れ。ここよそ者は歓迎しないから。ちょっと、待て！お金を払うよ。情報と交換しない。あの人、あっちに住んでた。めっちゃ大きい家だった。そのご悪い奴らが来て、あの人はいなくなっちゃった。悪い奴は？どんな悪い奴は？あいつら、銃を持ってる。あいつら、まだ探してる。あの人に、そっくりな人を。のって、俺が連れて行くから。霧島俊そっくりの人。俺を探してるのか？あそこだ。ここまでしか送れない。ここから先は自分で行って。これって、霧島俊？この隣の人、誰だ？こんな状況だ。霧島が誘拐されたかも。今、彼らが俺を探してる。見たことない。霧島さんだ、そんな、話したこともないよ。もしかして、毒蛇組のやつか？危ないから、すぐ戻ってきて、本当に危ないよ。やばい。ハテフ、どうしたの？誰かが俺を訴えは見つかった。俺の連絡を待ってて。
待って。桐島さん？違う、こいつじゃない。見つけた？いなかった。行こう。くそったれ！行くぞ。俺じゃない。俺を霧島俊だと勘違いしてた。でもすぐ違うって気づいた。霧島に影武者がいることを知ってる。もしかしてあの連中毒蛇組じゃないかも。霧島俊側の人間かもしれない。探してるのは本当にいなくなった霧島社長だ。すみません。何か食べるものありませんか？はい、どうぞ。すみません。すみません。このタトゥー、見たことある？うわ、これ返します。もっとお金渡すから。そのまま持って。海の上タトゥー。毒蛇組は海の上にいる。会社に変。すぐ戻って。タトゥーに注意して。まだ、もうタトゥーのこと分かったのか？会社で何があったんだ？大丈夫？ここで終わるところだった。会社はどうなってる？田村は逮捕されてから彼のポジションが空いて何人かのベテラン、取締役が争ってる。会社は大混乱よ。それに私が調べたところ、あの蛇の入れ墨は南條大輔っていう東南アジアの商人のものなの。かなりのバックがあるみたい。もしかして毒蛇組と関係してるかも。南條大輔のことだけど。一番大事なのは私が調べて分かったんだけど、会社から巨額の資金が流れていたの。桐島俊が失踪する前に南條大輔に関係する口座が残されていたの。桐島俊って南條大輔と取引してたの？取引だったのか、それとも脅されていたのか、まだわからない。今すぐ戻ってきて、本当に心配なの。南條大輔の次の狙いは、会社かもしれない。もしくは、あなたかもしれない。俺を狙ってる。急いで逃げなきゃ。これ見て。君がいなかった間に、霧島俊が失踪する前の、すべての異常な資金の流れをまとめた。資金は全部最終的に南條大輔が支配するオフショア。企業に流れてる霧島俊が南條に金を渡してる。どうして？自分の意思じゃなさそう。むしろ、脅されて用心棒代を払わされてる感じ。あるいは、口止め料かの。口止め料ってことか？霧島俊はもしかして何か南條に握られてるのか？ちょっと待って。もしも南條が霧島俊を脅してるなら、霧島俊の死は南條がやったんじゃないかも。霧島俊は南條から逃げるために死んだふりして姿を消したんじゃないか。なるほどね。今、一番霧島俊を探してるのは南條じゃないかもしれないね。霧島俊が見つからなかったら、多分次に狙われるのは君、影武者だよ。そっくりだ。な、本当に霧島俊。手書きは手なずけられない狼だ。目に殺気がある。お前はナパッと見は強そうだけど、よく見ると目の奥にちょっと弱さが見える。せいぜい必死になってるハスキーみたいなもんだ。南條さん、こんな体勢引き連れて俺の人相でも見に来たんじゃないよね。霧島俊が持ってる顧客リストを俺は手に入れたいんだ。あいつが姿をくらました異常今度は、お前が現社長として俺の手に直接渡せ。私たち、本当に何も知らないです。探してこい、言うよ。3日だけだ。3日5、2。まだ、リストが、手元に届かなかったら。じゃあ、死者会見を開いてやる。世間にばらす、疾風ホールディングスの華々しい霧島社長は、完全な偽物だって。なあ、その時になったら、株主や債権者たちが、お前らにどうすると思う？俺が本当に偽物だったとしても。だから何だよ。会社がなくなったら、そのリストを手に入れても何の役に立つんだ。役立つ、サーリストさえ。俺の手にひれば、疾風ホールディングスの旨味は、自然に当然の流れで、俺の懐に転がり込むんだ。お前ら二人はおとなしくしていれば、俺の操り、人形としてちゃんと芝居してくれれば、仕事が終わったらちゃんと分け前はやるから、な。
考えがまとまったら、この番号に電話しろ。しっかり覚えとけ。お前らに残された時間は3日だけだ。しろ。調べろ、今すぐ。調べろ、会社の様子を見ろ。俺や霧島、社長の失墜を一番望んでいるのは誰だ？南條と繋がってる奴らは、範囲が広すぎる。調べるのが大変だね。前に田村が残した古い部下もいるし、昔からいる部下もそれに霧島。社長に圧力をかけられた幹部たちもいるし、全員怪しいよ。霧島社長、コーヒーをどうぞ。あ、そういえば、リサ聞いたんだけど、弟さん、最近ギャンブルの借金があるって、何か困ってることがあれば、何か困ったことがあったら、俺に相談してね。会社が力になれるかもしれない。すみません、霧島社長、さっき手が滑っちゃって、弟は大丈夫です。すぐにコーヒーを買いますね。彼女を疑ってるの？彼女が一番近いし、一番弱いんだ。弱みを握られやすい餌をまいて試してみればわかる。そうだ。タイミングを見て、彼女に俺の重要な予定を見せるようにしよう。明日の午後に、ミカド花ホテルで、とても重要な三浦社長と会う予定だ。大きな契約を結ぶんだ。あいつら、どこだよ？まだ来ないのかよ？例のものは？姉ちゃん、いい女だな。俺たちとちょっと遊ぼうぜ。ボスに言っといて、これが最後よ。さっさと持って行ってきえ、なあ。やっぱり彼女だったね。もう餌は巻いた魚も食いついたよ。次は、あとは、網を引き上げるだけだ。ね。霧島社長、私を呼びましたか？明日の午後ミカドアナ、ホールディングスで三浦社長と会う、とても重要な契約を結ぶ。霧島社長、ごめんなさい。本当に悪かったと。わかりました。南條、大輔に弟を捕まえられたんです。私が従わなかったら、弟の足を折るって脅されたんです。チャンスをやるよ。挽回の機会だ。俺の言う通りにすれば、約束する弟は絶対に無事だ。このチャンネルで連絡を取って霧島、社長がプレッシャーに負けて協力するって伝えて、3日後の夜、社長が自分で会社のサーバールームに行って、USB で顧客リストのコピーを渡すことになってるって伝えて。はい、健太さん。ちゃんと覚えましたか？ならず言われた通りにします。社長彼女は俺たちの指示通りに全部やりました。南條、大輔みたいな、賢い人、そんな方に信じるかな？南條大輔ってやつは、自信過剰で他人なんて好きに動かせる、コマとしか思ってない。区別が屈服したって、大したことだと思わないさ。でも、この点をうまく使って、彼に罠を仕掛けよう。リストを渡しても、本当に大丈夫？リストは偽物だ。でも USB の中のものは、絶対にびっくりさせてやる。安心して、誰もいない。物は、早く渡せ。お前南條に伝えてくれ。俺が欲しいのは俺のものだ。約束された安全保障と俺の報酬だ。1円も減らすな。霧島社長、ご指示通りに匿名で通報しました。企業秘密の窃盗罪と産業スパイの容疑です。いいね。よし。奴らが USB を開いたら、中の位置情報システムと警報装置が作動する。その時には現行犯で捕まる。証拠もバッチリだ。南條がどれだけ手を回しても、今回は法律からは逃げられない。南條さん、取れました。結局さ、あいつもビビったんだな。やばい！やられた！罠だ！急げ！ここから逃げろ！はい！やっとニュースになったね。南條の部下たちが現行犯で捕まったよ。本人は賢く逃げたけど、当分は絶対に堂々と姿を現すことはないだろう。内部の裏切り者も摘発したし、外部の手先も一つ潰した。今こそ社内でしっかり立て直す時だ。最近、うちの会社はなぜこんなに不安定なのか。それは、ある人たちが自分のものを手にしながら、さらに他のものに揉めをつけて、それどころか鍋まで壊そうとするんだ。
元社長、秘書のリサは肝心な時にプレッシャーに負けず、正しい判断をして会社の大きなリスクを排除してくれた。ここで表彰します。これらの資料は会社の生命線棚には大事な顧客や取引ルートが詰まっている。今日からこれらは私が保管します。意義がある方は今、どうぞ。本当に別人みたい。この操り人形が着実に本当の主導権を握る人になっていく。中村取締役の息子は海外の華やかなテクノロジー。企業で注目を集めているうちのグループの東南アジアのインフラ。案件で技術費を横領してたんだ。三浦社長が去年申告したアタジの不動産プロジェクト、実は利益が3割も出てるんです。利益は海外の個人口座に流れています。証拠は全部揃ってます。どうする？もちろん、一人ずつ呼び出して話をつけるさ。誰が雑用をして、誰がラールを決めてるのか、ちゃんと分からせないとな。霧島社長忙しい。んだした。で、奥ものプロジェクトが待ってる。奥単位のプロジェクトが下で待ってる。サインを待ってる。んだ、話があるなら早くしてくれ。もう用がないなら先に帰るよ。待って。中村、取締役。この書類まず、目を通してみて。この内容は、あなたの息子を海外の刑務所送りにできる10年間、刑務所の中で過ごす羽目になるぞ。霧島社長、これは一体どういうことですか？絶対にでっち上げだ。何のことだ？これからは取締役会では余計なことは言うな。私の決定を支持しろ。これまで君がやったことは見なかったことにしてやる。さもないと。はい、わかりました。全部霧島社長のおっしゃる通りにします。私、中村はこれから若ならず霧島社長のご指示だけを仰ぎます。中村取締役と三浦社長。表向きはおとなしくしてるけど、実際は裏でこそこそ動いてる。見せしめの効果、十分あったね。少なくとも取締役会では、もう誰もあなたの決定に堂々と異議を唱えないよ。表面上は静かだけど、実際は違う。南條みたいな奴が指を一本失っても、それで終わるはずがない彼は暗闇に潜んでる。まるで潜んでいる毒蛇のように、俺たちが油断するのを待って一撃を食らわせようと狙ってる。八助、どう思う？あいつらいつ仕掛けてくると思う？わからない。でも、一つだけわかってる。受け身じゃ意味がない。そろそろ、奴らに問題を。霧島社長、こちらご覧ください。新しい四半期の市場拡大計画です。最終チェックをお願いできますか？ねえ、霧島社長、今夜ってお時間ありますか？最近、拡大相談がオープンしたんですよ。僕の友達がオーナーなんです。めちゃくちゃ美味しいですよ。静かでゆっくりできるんです。今や会社ではあなたの言うことは絶対だ。ね、年配の取締役たちもあなたを見るとまるで猫がネズミを見た時みたいにビビってるよ。これじゃ全然足りない。俺が求めてるのは恐怖じゃない。本当の掌握だ。そろそろ動く時だな。南條にお返ししてやるか。おや、なかなか引いておるじゃないか。手強いな。でも、そう簡単にはいかない。まだ、済まれてないで。南條さん、まだやる気か。なら、とことんつけよう。ゲームはまだ始まったばかりだ。君に特別なプレゼントを用意してある。はったりよ。私たちの気持ちを乱すためよ。いや、南條さんみたいな。やり手は一度で決まらなければ、もっと大きくて、もっとえげつない。手を必ず打ってくる警告してきてる。もしもし？何？わかった。マーケティング部長から電話よ最大の取引先広瀬ホールディングスが今、一方的に全部の提携を終了すると、理由は戦略方針の見直しが理由だって。これが南條さんの用意した大きな一手か。本当にすごいなやり方が直球だな。広瀬、ホールディングスは最大の取引先で、売上のほぼ30を占めてるの彼らを失ったら株価が暴落するし、資金も。いや、何を慌ててるんだ。向こうがこっちの金の流れを止めたなら、こっちは根本から攻めてやる。最後までどっちが先に音を上げるか見てみよう。
すぐ調べろ。すべてのリソースを使え。南條がどう出たか見てみよう。広瀬ホールディングスに何を提供したのか、俺たちじゃ出せない。メリットか。わかった。調べがつきました。南條が管理している一番利益が出るルートを東南アジア輸出入ルートをただ同然の値段で広瀬ホールディングスに長期独占で渡した条件はすぐにうちを完全に切ることだった。やっぱり結局、また、あいつは表に出せないルートを使って、俺たちの取引先を奪いに来たな。ちょっと会いに行こうか。広瀬ホールディングスの藤原社長に前回の教訓もまだ足りなかったみたいだ。霧島社長白石、副社長失礼しました商売の世界でか。やっぱり利益が最優先ですから正直なところ向こうの条件が良すぎて断れないくらいなんですよ。断れないくらいなんですよ。分かってもらえるとありがたいですね。分かってます。商人は利益を追うものです。当然のことですよ。ただ、藤原社長に一つだけお伝えしたいことがあります。南條が君に約束したあの特別なルートだけど、先月の終わり頃に関係当局から目をつけられてるみたいですよ。怪しい取引に関わってるみたいですよ。藤原社長南條のルートを使い続けていると自分に火がつくかもしれませんよ。全部失う覚悟はありますか？西村社長。はい。はい。わかりました。霧島社長、そんなに確かな情報なんですか？これは南條名。俺、騙されたってことか？今戻れば前に決めた条件はそのままです。疾風ホールディングスは今でも一番安全で一番信頼できるパートナーだ。うん。霧島社長、全部誤解なんです。とんでもない誤解です。取引は続けたいです。条件は全部前に言われた通りでいいです。いや、こちらからさ、譲ります。誠意の証です。これからは広瀬は疾風ホールディングスと運命を共にします。キャッター、これで危機は去ったね。さすがだね。南條のあの強烈な一手もまた君が台無しにしたね。いや、ミアまだ終わってない。南條の性格ならさらに逆上するだけだ。お前、何度も俺の一手を潰してくれるな。どうやらお前を甘く見てたな。南條まだ、こんなみっともない小細工をやる気か。やってやる。さあ、当然だ。でも次は、もうお前にキャンスはやらない。俺とお前の魔は、どちらかが倒れるまで終わらない。今回で、もう彼と完全に敵対することになったね、彼が。このまま引き下がるはずがない。この先は、もっと危険になる。もっと厄介になる。かかってこい。操り人形が耐えていた時代は、もう終わった。これから、はきりしまれんの時代が始まる。南條が堂々と戦線してきたなら、こっちも遠慮しないぞ。全部を火の下にさらしてやる。こっちから仕掛けるぞ。あいつが持ってる裏社会と繋がってるクラブや、マネーロンダリング疑惑の地下、銀行。それに昔やった建設業者の暴力的なたちの人を怪我させた決定的な証拠。一番確実で一番強いネタを選んで、匿名でスクープ狙いの信頼できる経済メディアに送る。これをショーに出したら、あいつら追い詰められて暴走するんじゃない？もっと過激なことを N してくるかも。あいつはいつもこっそりと陰で動くのが好きだ。俺はあえてあいつを世間の注目の中に引きずり出す。どこまで耐えられるか、この公の場でさらされて、ネットの体制の視線にどこまで耐えられるか見てやろう。ニュースが炎上してるネット中で、みんなが拡散してるトレンド上位、5つのおじさんズがこの話題だよ。南條は今、てんやわんやでパニックになってるよ。あちこちで火消しに走り回ってるはず。この日はまだついたばかりだ。本番はこれからだ。俺があいつに思い知らせてやる。下から這い上がってきた。恐れを知らない。操り人形に手を出したら、どんな報いを受けるか。身をもって知ることになる。そこに置いておいて、コーヒーをちょうだい。霧島社長、以前からお名前は伺っております。黒岩ファンド、東和地区の責任者、高橋杏奈です。私たちはずっと疾風ホールディングスの最近の素晴らしい動きに注目してきました。投資する価値が十分あると考えています。黒岩か噂は聞いてる。君たちの巨大なワニは丸ごと食える獲物だけに興味があるんだろ。食べるかどうかは獲物次第よ。魅力があるかどうかで決まるの。それに、ねえ。自分が投資する価値があるって証明できるかどうかよ。
霧島さんについては、徹底的に調べました。その実力や手腕出身までしっかり把握しています。私たちはあなたなら行方不明の霧島俊よりも疾風ホールディングスのトップにふさわしいと確信しています。黒岩なら持ってるすべてのリソースを使って南條大輔の問題をきれいに片付けてあげる。その厄介もすっきり解決できる。それに、今は代理社長を演じてるけど本当にこの会社を手に入れることもできるのよ。なかなか魅力的な話だね。条件はね、株式の49。それに、ちょっとした対価の約束もつけるわ。黒岩が徹底的に調べて霧島俊じゃないって分かってるなら、彼らと協力するのは、彼らは大きな船みたいなもの。私たちを川の向こうまでは込んでくれるかもしれない。でも、ちょっとした波でひっくり返されるかもしれない。ここまで進んだら、俺の素性なんて腕のある奴なら、見抜かれても不思議じゃない。分かってる。あいつらと組むのは、トラと取引するようなもんだ。でも、奴らの牙を借りて、まず南條、大輔という追い狼を噛み殺すのが、今は俺たちにとって一番の選択肢だ。社長、今日はどうされますか？霧島社長、私たちの提案検討をしていただけましたか？市場は待ってくれませんよ。チャンスはすぐに逃げてしまいますよ。株式比率は、まだ交渉の余地があります。ね。でも、毎年35の都市成長率をコミットするのは、高橋社長。僕にそんな魔法みたいな力があると思ってるんですか？それとも、疾風ホールディングスが金のなる木だとでも？それとも、初めての取引でまだ信頼関係が築けていない黒岩にとって35というのはちょっと自信ありすぎじゃないですか？リスクが大きければリターンも大きいんです。霧島社長黒岩は奇跡を生み出せる人にしか投資しません。私たちは信じています。霧島社長こそ次の奇跡です。この位の挑戦霧島社長なら大したことないでしょう。黒岩やウオール街の吸血鬼どもが救世主だなんて思ってるのか。骨までしゃぶり尽くすぞ。南條さん。これは、南條さんがこうさせたんですよ。自分の身を守るためです。仕方なかったんです。何もしないでやられるわけにはいかないでしょう。自分を守るってことか？それはまるで、狼を家に引き入れたようなもんだぞ。本気で助けてくれるなんて思ってるのか？彼らは君を、皮も肉も丸ごと食い尽くすだけだ。見てろよ。南條さんも、もうじっとしていられないな。南條さんと黒岩は今やお互いを目の敵にしてるし、まさに目の上の単行部だ。じゃあ、私たちって二頭のトラの板挟みで生き残らなきゃいけないの？もっと危なくなるんじゃない？いや、生き残る必要はない。俺がやるのは、部隊を整えて武器を渡すことだ。2匹の虎を争わせて、俺たちはただ高みの見物をしていればいい。霧島社長だよな。お前の美人副社長、白石が今、俺たちの手の中だ。無事に返してほしければ、明日の取締役会でちゃんと反対票を入れろ。黒岩の提案は全部拒否しろ。さもないと、明日のニュースのトップ記事は、美人副社長の悲劇になるかもな。美人副社長が悲劇の事件として、社会ニュースになるかもな。お前誰だ？ほら、彼女の声を聞け。ハケズ、絶対に彼らに従わないで。絶対に黒岩を踏まないで。マナー。ちゃんと聞こえたよな。彼女の安全はお前の選択にかかってる。明日期待してるぞ。俺の大事な人に手を出したな。南條！危ないことしてるな。自滅するぞ。霧島社長白石副社長が事件に遭ったと聞きましたが、黒岩が何か協力できることはありますか？うちには現地で特別なルートや資源もあります。高橋、社長、ご心配、ありがとうございます。でも、こんなことで、黒岩の力を借りるまでもない。黒岩の力は、一番肝心な場面で、ピンポイントで使うべきだ。例えば、南條に関する地価、銀行の住所、主要メンバーのリスト。それにこの3ヶ月で、最も重要な、一番闇の取引、資金の流れの証拠を。やっぱり霧島社長は抜かりないですね。私の考えすぎでした。こんなことはお手の物です。黒岩は喜んで協力の誠意を示します。30分後に資料をしていいのメールアドレスに送ります。
動くな！警察だ！両手を頭に乗せて、しゃがめ連行しろ！どうやって私を見つけたの？どうして警察が彼らを見つけたの？だから、南條の条件に応じたんだ。あなたが。それから、取締役会の時に、投票の30分前に彼の地下、銀行の住所とか、地下、銀行の詳しい住所も、主要メンバーの情報も、彼らの違法経営の証拠や、資金、洗浄の証拠も全部、経済犯罪対策部と暴力団対策部に渡したんだ。今は警察の総捜査で、あいつらはてんてこまいだ。俺たちのことなんて構ってる余裕ないよ。南條坊が刑事事件の容疑で、警察に拘束されたため、法に基づき逮捕されました彼が保有するすべての株式は、裁判所によって凍結されました会社の運営が支障なく続けられるように、私は提案します。緊急対策を始めましょう。特定の対象に新株を発行して、彼の持ち株比率を下げます。賛成します！霧島社長の今回の決断は会社全体のことを考えてのものです。対局を見据えた判断だと思います。全力で支持します！賛成です！私も賛成です！賛成します！今回、南條さんは完全に倒れたよ。まさに、木が倒れて猿が散ったようなものだね。取締役会では少なくとも表向きはもう誰もあなたの権威に逆らう勇気はないね。やっと肩の荷が下りたよ。ほっとした。でも、まだうちも、外も問題は残ってる半分しか片付いてないんだ。これからもっと手強い相手が控えてる黒岩はどう出るかな。黒岩が黙ってるはずがない。少なくとも、ちょっと、息がつけるね。ところで、この、後黒岩にはどうやって対処するの？お水、どうぞ。ありがとう。霧島社長、おめでとう。これで障害もなくなったね。次のステップね。私たちのジェントルマン、協定を果たす番よ。狼を追い出したのに、虎の来た。本当の敵がついに牙を見せ始めた。俺たちを舞台に引きずり出そうとしてる。霧島社長、ほら、こちらが株式譲渡契約書。そしてこちらがささやかなタイと契約書よ。これにサインすれば黒い岩の全資金もリソースや人脈もすぐにあなたと疾風ホールディングスのために全部提供するわ。年間成長率は引き続き35以上だね。高橋社長前にも言ったけど、これは賭けじゃない。本気で俺が使用金にできると思ってるの？言ったはずだ。黒岩が投資するのは奇跡を起こせる人だけよ。しかも私、こんなにあなたを助けてきたでしょ？私たちは信じてるの。あなたが次の奇跡よ。こんな挑戦、あなたなら余裕でしょ。35%？ これって、契約そのものじゃん。市場が少しでも動いたら、この成長率を達成するのは無理だよ。そうなったら会社は完全に黒岩のものになる。堂々と奪ってるじゃん。わかってる。彼らは、ただで会社を手に入れたいんだ。会社を手に入れるだけじゃなくて、悪意買収の汚名を背負いたくないんだ。だから、俺を利用して、全部奪うつもりなんだ。黒岩は、俺たちを区別にして、権力をスムーズに移して、スムーズに会社を引き継ぎたいんだ。俺たちの骨までしゃぶって、その上、笑顔で金を数えさせるつもりなんだ。私たち、どうすればいいの？もし強く拒否したら、すぐに報復されるかも。俺を使って芝居をさせる気なら、思い知らせてやる。この舞台で脚本も流れ、もう一番操れるのは誰か。ただ演じるだけじゃなくて、彼らが予想もしない大芝居をやってやる。高橋社長、契約、サインしますよ。賢い選択です。ね、霧島社長黒岩、投資は必ず期待を裏切りませんよ。でも、黒岩投資には後悔で、約束してほしいんです。どういう保証？契約、手いけつの黒岩投資は、必ず公式声明を発表してください。疾風誠ホールディングスの株式を長期的に保有し続けること。そして短期的な売買は絶対にしないと市場の安定のために私個人の理由による市場の変動リスクをヘッジする内容でお願いします。納得できる要求ですね。いいですよ。声明文はすぐに準備します。私たち黒岩投資は疾風ホールディングスの将来性を非常に高く評価しております。これは霧島俊さんを中心とする経営陣への熱い信頼と疾風ホールディングスの戦略方向性への深い賛同に基づいています。黒岩投資は疾風ホールディングスの株式を長期で木に保有し、共に成長してまいります。見た？餌はもう巻いたぞ。あとは魚が食いつくのを待つだけ。
いや、この巨大なワニが自分からやってきたな。黒いは投資の強力な生命の影響で今日の株価、オープン、直後に15も急騰したよかい。注文が殺到してる。市場もノリノリだね。もうちょっと様子を見てみようか。株価が最高値に達したら打って手を引くぞ。反撃のタイミングだ。準備しろ。いよいよ収穫だ。中村取締役と三浦社長に密かに連絡して、それから会社の株を増やしたいってずっと言ってる。創業メンバーにも、それからシンガポールのうちをずっと狙っているファンドにも情報を流して、霧島俊が市場価格より少し安く自分の持ち株の一部を売るつもりだって。今、このタイミングで株を売るの？正気なの？もしこの話が広まったら、市場はきっと会社にも自分にも自信がないって思われるよ。株価が一気に暴落しちゃうよ。だから、急いでやるこっそりと進めてけか、手術のように正確に黒い罠完全に気づいた時には、すでにうまく抜け出してる大金を手に入れて、そのお金が私たちにとって一番大事な切り札になる。それが黒い罠の芝居から抜け出す自信になる。個人の資産、公正とリスク分散のため、近いうちに会社の株式の一部を売却することにしました。改めて言っておきますが、私の会社へのコントロールや運営には影響しません。もちろん会社の規定の発展戦略にも影響しません。発展戦略です。霧島社長、どういうつもり？黒岩が全力で支援すると公表したばかりなのに、裏で株を売却するなんてどういうつもり？私たちをからかってるの？高橋社長、そこまでおっしゃることはないです。よ、これは完全僕の個人的な資産運用です。取締役会でもちゃんと報告しています。黒岩がうちの会社を長く信頼しなくなるなんてありえませんよ。考えすぎですよ。現金化したお金は無事口座に入ってます。しかも海外の複数の口座に分けてあります。金額も相当なものだよ。今回の黒岩は泣き寝入りするしかない。ね、苦しいけど何も言えない。今の彼らはもう身動きが取れないね。株を持ち続けるなら実際に資金を投入して株価を安定させることになるし、僕の立場も強化される売却するなら今までの投資が水の泡になるし、短期売買をしたと認められて市場を混乱させたって評判が立つ。これから日本株式市場でどうやってやっていくんだろうね。南條もやられたし、黒岩も手足を縛られた。ちゃんと代償を払ったな。やっとあなたは自分らしくやるね。違うよ。本当の霧島、社長に戻るんだ。南條は倒れたけど、残党はまだ暗く、様子を伺っている黒岩も黙って、損をしたから黙って終わるはずがない。だから、こちらから攻めに転じるべきだ。受け身じゃダメだ。どうするの？今動いたら危ないんじゃない？世論は、時には本物の武器よりも鋭いこともある。影響力のある記者会見を開く、私が自ら出席する社内の士気を安定させるだけじゃなく、外の連中にも牽制をかけるんだ。霧島社長最近、記者の株価はジェットコースターのようですね。市場の噂では、黒岩ファンドとの関係が破綻して裁判沙汰になるという噂もありますが、これらは事実なのでしょうか？疾風ホールディングスの事業展開はずっと安定してきました。投資パートナーや黒岩ファンドとも常に良好な関係と円滑なコミュニケーションを保っています。市場の短期的な動きについては私はこう思います。まさにこれは勝ち投資家にとって絶好の買い時だと思います。ただ、ここでちょっとだけ先にお話ししましょう。疾風ホールディングスは間もなく業界の構造を一新する大規模な買収計画を発表します。詳しいことは近いうちに発表します。そんな危ないことして、うちに買収計画なんてないでしょう。そんなはったりかけて、もしバレたらどうするの？誰がないって言ったんだ。ニュースを流せば自然と魚がかかる。池の水が濁ればそこにどれだけの奴らが潜んでるかはっきり見える。俺の狙いは敵を炙り出すことだ。疾風を狙ってる奴がどれだけいるか見てやる。霧島社長、以前からお名前は伺っております。そう、新テクノロジーの三浦邦康です。ニュースを見てすぐ駆けつけました。うちの会社が開発した霊、目認識技術は知的財産権も全部自社のものです。私の考えでは、霊目認識技術は社長がお話しされた戦略の方向性にぴったりだと思います。三浦社長、耳が早いです。ね。さすがです。ええ、そうですね。ビジネスはビジネスですから、チャンスは一瞬ですし、私たちもこの機会をぜひ掴みたいです。
初歩的な調査は終わりました。技術は確かにユニークです。特許も複数申請しています。ただ規模はかなり小さいです。資金繰りも来月には給料も出せないみたいです。腹ペコの魚はすぐに釣られるもんだ。わずかなコストで一番いい資産が手に入る。行こうか。あの魚にちょっと希望を持たせてやろう。霧島社長、気持ちいいです。ね、良い協力をこれから一緒に素晴らしい成果を出しましょう。お忙しいところ、失礼します。失礼します。もしもし、白石。引き続き情報を流せしたし、メディアにも流して、買収の噂を事実みたいに広めろ。疾風ホールディングスが複数の有料な企業をターゲットにして、大規模な拡大を準備しているってみんなに分からせてやる。疾風ホールディングスが全速で進んでいるってことを。誰かがセカンダリーマーケットでこっそり大量にうちの株を買い集めてるかなり目立たないように動いてる。何十もの口座に分散して、でもこれだけ連携が取れてて、操作のやり方も買うタイミングもリズムもほとんど一緒な、オンだよね。やっと動き出した。なし金の元は特定できる。かなり巧妙ですね。いくつもの海外のペーパーカンパニーを使って資金をぐるぐる回して最終的にバージン諸島に行き着いてます。タイミングがぴったりで操作も連携されてるし、個人、投資家の動きじゃないよね。むしろプロのチームが裏で指示してる感じだ。霧島社長、見てください。このグループです。関連性の高い口座。グループです。出入りもタイミングもぴったりです。ただ、口座ごとの保有比率は開示ラインには届いてませんが、合計するとかなりの量になってます。ね、ご指示いただけますか？今すぐ監督機関に報告して調査を申請しましょうか。急がなくていい。そのまま買わせておく。よく買うな。いいことだ。好きなだけ。買わせてもう飲み。込めなくなったら。自然に正体が明らかになる。もし本当に南條さんの元部下たちなら、密かに株を集めてる、また復活しようとしてる、んだ。ちょうどいいな。これでわざわざ探し回る必要もないし、準備しておけ。俺が彼らに歓迎のプレゼントを渡そう。よし。もう、発表して。この中間決算予告、ちょっと楽観的すぎない？純利益が150も増えるって、これって市場の一番楽観的な予想を超えてるよね。もしその時、業績が達成できなかったら。違うよ。それが狙いなんだ。彼らに分からせたい主力と組んで株価をぶる上げてるって。究極の欲が人の判断力を完全に奪う無我夢中で、罠に飛び込むんだ。すごい！霧島社長、ターゲット口座、グループが買いの勢いがどんどん強くなってます。注文がめちゃくちゃ強気です。ほぼ買い当たりモードです。続けて、うちが持ってる提携してる経済メディア。で、さらに、何本か新技術の進展や、大きな契約の話、もうすぐ決まるっていう内部情報も流して、市場の熱気と欲望を照っていて、火に煽って。はい。霧島社長、うまく人を使って、さすがのやり方ね。うちの黒岩はあなたのことを甘く見てたわね。高橋社長、何の話ですか？疾風ホールディングスはずっとちゃんとラール守ってやってきたし、ちゃんと調査も受けてるよ。どの企業も果たすべき責任です。私はただ市民として本来の義務を果たしただけです。あの講座の背後にいるのは本当の出資者よ。私たちが調べ上げられないとでも思ってる？やっぱり頂点キャピタルでしょ？黒岩の昔からのライバルよね。一石二鳥のやり方ね。南條の残党をきれいに片付けて、うちも困らせてる。ついでに、うちにも嫌なことしてくれたわ。霧島社長とお回しに言わずに、率直に言うけど、こんな風に争い続けても、何の得もないは、もしかしたらもっと賢く、もっとうまくやれる方法があるんじゃない？霧島社長、ビジネスの世界に永遠の敵なんていないし、永遠の仲間もいない。わあ、時には敵の敵は一番の味方よ。この理屈は、霧島社長なら、
私よりもよくわかってるでしょ。そうでしょ？なんで黒岩と期間限定で組むなんて、黒岩を信用していいの？トラと取引するなんて逆襲されるかもよ。誰が協力するのに腹を割って話せって言った？全部さらけ出す必要なんてないでしょ？俺たちはただ黒岩と頂点キャピタルを潰し合いさせればいいんだ。お互いに弱らせて、俺たちは騎士で見てるだけで漁夫の利をいただくってわけさ。これこそが最高効率のやり方だ。霧島社長、大噂は金々伺っております。はじめまして、本当に噂通りです。ね、思っていたよりも若くてやり手です。ね、大友、当主の大友、転生です。大友、転生です。おー、友社長だったんですね。こんな風に合うとは思いませんでした。まさか、俺を褒めに来ただけじゃないよね。正直に言うと、君の勢いと度胸は本当に評価してる。でも、俺が重視してるのは、疾風ホールディングスの将来性だ。君と君の仲間が持っているすべての株式を買収したい。希望額を教えてくれ。君はまだ若い勢いがあるのは悪くない。でも、資本市場の世界では、ただ勢いだけじゃ、それだけじゃ足りないんだ。黒岩みたいな深海の巨大、いかにも勝てないし。それに、次の荒波にも耐えられるかどうかわからないんだ。現金化して、身を引くのが、それが一番賢い選択だよ。30の割増で現金での取引だ。君と仲間が何世代も悠々自適に暮らせる額だ。大友社長は、本当に俺が守れないって思ってるのか？この業界で何十年も揉まれてきた人もビジネスも見誤ったことはない。君のポテンシャルなら、この値段は十分だよ。でも、君の土台じゃ、その野望は到底支えきれないさ。君のためを思って言ってるんだ。大友転生はただものじゃないよ。背景もかなり強いし、本物の資本、市場の古参の大物だ。業界ではシビアな目線で、やり方も老練で有名だ。目的のためならどんな手も使うって言われてる。狼を追い払ったのに、今度は虎を呼び寄せたか。しかも前よりずっと凶暴で、さらに狡猾な虎だ。いよいよ本格的な勝負が今、始まったばかりだ。皆さん、すでに市場で公然と、値段を提示して悪意のある買収を仕掛けてきている人がいます。俺たちを追い出そうとしているんです。霧島社長に賛成です。会社はようやく霧島社長のおかげで安定してきたんです。もうすぐ会社は飛躍的な発展を迎えます。ね。今こそ絶対に外部の人間に美味しいところを持っていかせちゃダメだ。もちろん賛成ですが、ただ、霧島社長、みんな商売人ですから、もし相手の提示した値段がかなり魅力的なら、もし本当に断れないほど魅力的な条件なら、やっぱり他の小株主のこともちゃんと考えてあげないとね。三浦社長のご指摘は十分に検討する価値があります。でも僕には会社の未来についてもっと大きなビジョンがあります。皆さん、まず私の提案を聞いてみてください。それから決めても遅くないです。今回、みんなで力を合わせて、この悪意のある買収を撃退、できれば保証します。3年以内に会社の業績を倍にします。最新の技術を強みにして、世界、市場を土台に。その時、手元の株は最低で、も2倍になるよ。僕の提案の方が、あっちのちょっとした上乗せよりずっとお得だし、将来も期待できるよね。どっちも一筋縄ではいかないな。大友転生は有名な怖い人だよ。絶対に目的を果たすまで引き下がらない。でも、霧島社長も最近のやり方がかなり強引だし、一筋縄ではいかない相手だよ。もしかしたら、俺たちみたいな古株にとっては悪くないチャンスかもな。漁夫の利ってやつだな。もしかしたら、俺たち漁師が株を現金化して退場する老後をゆっくり楽しむには、今が最高の機会かもな。これが最後のチャンスだぞ。今の市場価格で30のプレミアをつけて現金で買収する一括払いだ。署名して金を受け取ったらさっさと出ていけ。好きにやってろよ。
もう一度だけ言わせてもらう会社は、絶対に売らない。若いの度胸があるのは認めるけど、でも、状況をちゃんと見極めないとな。じゃあ、手加減なしで行くぞ。市場で決着をつけよう。どちらが本物か見せてやる。その時になっても、まだ強気でいられるかな。失礼します。霧島社長相手の資金めちゃくちゃ強いです。1500株、2000株って資金が途切れずに投入されてます。買い注文もう持ちこたえられません。私たちの限界を試してる。計画通りで以降第一。チームの資金で分けて買い支える小口注文でゆっくり買っていく。しっかり踏ん張れ。相手のペースに振り回される。自分で冷静さを失わないように。よくやった。株価はひとまず安定したね。今日の終わりね。1、5だけ。下がった相手の試験的な売り注文の大部分をしっかり受け止めたよ。試しに打ってきた株。まだ喜ぶには早い。みんな、これは大友の探りだ。私たちの本当の力を見極めて、資金力や、どれだけ本気で抵抗するつもりかも。見ている本格的な総攻撃は、資金の嵐も全部これからだ。今日は早めに帰って、しっかり休んでください。明日は本当の戦いになるかもしれない。どうぞ。霧島社長、昨晩、ずっと考えてました。完全に納得しました。やっぱり、霧島社長の味方になります。この会社は、俺たちみたいな古株が、一から築き上げてきたんだ。あんな、大友転生みたいな奴に売れるわけないだろ三浦社長、こういう時に、対局を理解してくれるなんて、ありがたいよ。霧島社長ことが済んだら、会社の意思決定の中心に加わらせていただきたいんです。副会長になりたいんです。もちろん、私も、ただ会社のために、まだまだ会社のために、力を発揮できると思いまして。副会長、三浦社長、欲が深いなすごい。胃袋だよ。まあ、いいよ。考えてみよう。霧島社長、ありがとうございます。じゃあ、先に行きますね。三浦社長って人自分の利益しか考えてなくてコロコロ態度を変えるし絶対に信用できない。こんなタイミングで急に寝返るなんてきっと大友転生が送り込んできたんだ。何か企んでるよ。わかってる。彼も同じ手を使おうとしてる。俺たちの手の内を探ろうとしてるんだ。じゃあ、俺たちもこっちも同じ手でやり返せばいいんじゃない？三浦に、大友転生兵、伝言さ。せよ、明日がうちの資金が一番ピンチな時だって準備してた。防衛資金ももう残ってない気力だけで、なんとか持ちこたえてる。来たぞ。チャンスがついに尻尾を出した。正体がバレたな。予備資金を全部投入しろ。全力で買い付けろ。売り注文を全部買い取れ。一気に奴らの防御を崩せ。今日の取引終了までにシップ、ホールディングスを大友の名に変えろ。霧島社長見て、相手が罠にかかった。相手の主力資金が全部うちの罠に引っかかった今、必死に高値で買いまくってる。もう深くはまって抜け出せない。完全にうちの包囲、網の中だ。今だ。みんな、狩り作戦、始めるぞ。予備資金、全部投入する。GSF、ファンドと連携して、中村取締役たちと大友投資を反抗買収する。市場に出回ってる。流通株式を、あるだけ、全部買う。あるだけ、全部買うぞ。三浦役立たずのくせに失敗ばっかりしやがって。この甘、お前、一体どんな情報を伝えたんだ？大友社長大変です。シップホールディングスを取れなかっただけでなく、逆に買収されちゃいました。15もの株式を持っていかれました。俺たち業界の笑い者になっちゃいました。シエロみんな、出ていけ！やったねえ、会社のコントロールも守れたし、しかもこのタイミングで大友投資の15、3の株を逆に買収しちゃったよ。これでうちが正式に主要株主になれるよ。やったー！今回の勝負は最高に見事な勝利だったね。これはまだ始まりに過ぎない。次はずっと傍観していた黒岩投手の出番だ。舞台に立つ番だ。ご出席の皆様、続いて。霧島社長。取締役の皆さん、ちょっと失礼黒岩ファンドの代表としてグループの将来に関わる重要な情報を公開します。この人が今ここにいる。この人こそ霧島社長の正体です。霧島、八須、ただの代行。運転手で白石さんが連れてきた偽物です。疾風ホールディングスは今詐欺師に乗っ取られてるんです。
高橋、あんな安く会社を手に入れたいからって、こんな偽造写真まで使って作り話まででっち上げるなんて、やり方が幼稚すぎるよ。偽造なの？今すぐ DNA 鑑定してみる？やってみる？俺はやるよ。もし間違ってたら、黒いはファンドをすぐに視聴。価格より50。高い値段で今日ここにいる俺を疑った株主の株を全部買い取って、疾風ホールディングスから出ていけ。できるか？なんで、彼女がしてるの？もうダメだ。何を慌ててるんだ？奴らはただ疑ってるだけだ。決定的な証拠なんてない。揺さぶりをかけてるだけ。さあ、俺たちを自分たちで慌てさせようとしてるんだ。リサ、メディアに連絡して、明日の午前10時、臨時の記者会見を開く。俺が直接説明する黒岩ファンドのデタラメな告発について。正気なの？せっかく舞台まで用意してくれたんだから、盛り上げないと観客にもう仕分けないよ。霧島さん黒岩財団は、あなたが偽物だと疑いをかけて、過去の生活写真を証拠として出しています。どうお答えになりますか？まず、私の合法的な名前は一つだけです。霧島俊です。そして、本当に残念です。国際的に有名なライバルがビジネスの競争の中で、こんな卑怯なやり方をするなんて、こんな卑怯な偽造写真や捏造動画まで使うなんて。どうやって証明するんですか？あなたが霧島俊さんご本人だって口で否定するだけじゃ説得力がないですよ。ね。動画があるんです。3ヶ月前に広瀬ホールディングスの藤原社長とサンアでゴルフをしていた時、藤原社長がたまたま撮った動画です。プライベートな動画です。動画の中で私と藤原社長が娘さんがイギリスに留学していた時、専攻を選ぶアドバイスについて話しています。ご自由にご覧ください。メディアですら知らないような家族のプライベートなことを偽物なのに、どうしてそんなことまで知ってるんでしょうね。藤原社長黒岩が私を疑う理由は結局、最近の私の決断が彼らの利益に影響しただけです。彼らはこの噂を利用して私を潰そうとし、会社の安定を壊そうとしている。そして裏の目的を達成しようとしているんです。本日の記者会見はここまでです。徹底的に調べて、彼の過去のすべてを生活の足跡も関わった人間も根こそぎ洗い出して、絶対に何かボロが出るはずだ。今日のは、ちょっと無茶だったよ。USB の中身何も入ってなかったし、藤原社長が協力してくれなかったら、あるいは動画の真偽を確認しろって言われたら、それって。審議せんなだけだ。良い電子みたいな、決定的な証拠がなければ。あいつらもそこまで強硬な。手に派でない。良い今はメディアも、むしろ俺たちに同情してるし、黒岩を非難してる。手段を選ばない。霧島社長ご指示通り情報漏洩の犯人を突き止めました。情報漏洩のない通社を見つけました。そいつの住所は何重にも暗号化されてたけど、最後に特定できた安定した場所は西区の青みネットカフェでした。わかった。もう、いいよ。そうだ。この件は、もう、これ、以上調べなくていい。なんで調べないの？ない通社を見つけて、これで、後々の心配がなくなるんだよ。今、深入調べると、敵に気づかれるだけだ。黒幕を暴き出さないといけない。この2通社は、まだ利用価値がある。誰だ？ K8 世、丸だ。八助、どうしてここに来たの？早く入って。八助、どうしたの？はっきりさせてくれ。青みネットカフェの住所を使って、俺の情報を探ったやつを突き止めてくれ。それと高橋、あんなに黒いわへの返礼を、もう、用意したよ。できたよ。追跡もバッチリ。三浦取締役の人間だったよ。返礼も準備できたよ。高橋アンナと上司とのメールのやり取りだ。どうやって低コストで敵対的買収するか、空売りで稼ぐ方法のプライベートなメールのやり取りだ。かなりいないようだよ。助かった。ついでに、この返礼も匿名で、スクープで、有名な経済系のゴシップ誌に送って。これで高橋社長も参ったね。しばらく私たちに構ってる暇なんてないでしょ？喜ぶのはまだ早いよ。内通者が見つかった。三浦取締役だ。ずっといい人ぶってた会議では、いつも場を濁すことしかできない三浦取締役。そうだね。噛む犬は吠えない。彼はグループの5の株を持ってて、黒岩と手を組んで、私たちを追い出して、自分は何もしなくても、漁夫の利を得るつもりだ。霧島社長最近何かと騒動が多いですね。どうかプレッシャーに負けずに頑張ってください。私たちみんな社長を応援していますよ。心配ないよ。ところで、三浦取締役息子さんが、マカオで8億円のギャンブルの借金を抱えてる借金取りから借金取りに困ってないよ。ね。会社が間に入って助けてあげようか。取締役、そしてきちんとやれ。
過去のことはなかったことにしてやる。また変なことしたら保証できないよ。息子さんが手足が無事で戻れるかどうか、あなたも知ってるだろ。あの借金取りたちは待ってくれないよ。はったりだったんだね。マカオの借金取りなんて知り合いじゃないでしょ。そんなのどうでもいいじゃん。彼が自分でビビってるから、自分の尻も吹けてないから。だから、勝手に信じちゃうんだよ。蛇をやっつけるなら、急所を狙わないとね。こういうずる賢い年寄りには、時には彼らが一番嫌がる、表に出せない裏の手を使うしかないんだ。これ、何なの？これ、勝ったの？こんなものまで、よく見つけたな。これ、子供の頃の写真だよね。彼、あなたを脅してる。彼、あなたの弱点を知ってるんだ。区別芝居、なかなか上手ね。でも、舞台は本来の持ち主に戻すべきよ。お前は誰なんだ？全部を与えたのは私よ。そして、全部を奪うのも私だから、そのまま演じ続けなさい。私の言う通りにしなさい。そうしないと、あなたと田舎のお母さんが。お母さん？なんであんなことまで知ってんの？そんなに詳しく、私たち。もう許せない。本物の霧島俊でも、偽物でも関係ない。もう黒幕の好きにはさせない。俺たちは徹底的にやり返す。心配しなくていい K は俺の親友だ。国内トップクラスのハッカーだから問題ないよ。携帯は特別性だ。一方通行の通信しかできない。逆に追跡するのは無理だ。信号は何十台。モノサーバーを経由している幽霊みたいだ。相手は絶対にトップクラスのやつだ。次に連絡が来た時、ほんの1秒でも相手の場所を突き止められる。おおよその1でもいいんだけど。もし通話が1分以上続けば、理論的には三角測量で場所を割り出せるけど、正直、可能性はかなり低いよ。じゃあ、私たち、ずっと相手に振り回せるしかないの？それじゃ、受け身すぎるよね。じゃあ、無理やりでもう姿を現させよう。会社に戻りたいんだろ？じゃあ、会社でとんでもないことをやってやる。それでも、じっとしていられるか？じっとしていられるか？やっと現れたな。どうだ？俺からのプレゼント気に入ったか？お前が戻ってきた時には、疾風ホールディングスはもう完全な抜け殻になってるぞ。お前のものだと思ってるのか？よく目を凝らしてみろ。今ここに座ってるのは俺だ。命令を下してるのは俺だ。やれるもんなら自分で取りに来いよ。ずっと陰に隠れて、それで何ができるんだ？完全に怒らせちゃったね。そうだ、無理やり。でも、表に引きずり出さないと、やっとチャンスができる。暗闇に潜む毒蛇は、頭を出さないと、急所をつけないんだ。何する気だ？黙れ。やれ。霧島さん、社長が呼んでる。ついてきてもらうぞ。あんたらの社長って誰だ？あんたが探してた人だ。俺の影武者、やっと対面できたな。やっぱりお前だ、霧島俊。うまく逃げたな。なかなかやるじゃん。どう？外の借金取りにもう逃げ場がないんじゃないか？借金取りか？南條も含めてお前らは俺の盤上のただの駒だよ。俺が姿を消したのはもっと大事な回。外資さんのためだ。ついでに、お前という駒がどこまで進んだか見てやった。俺はお前の駒なんかじゃない。いや、お前は俺の駒だ。俺の顔をつけたその時から、ずっと俺の駒なんだよ。もう終わりだ。ゲームはここまでだ。会社を俺に渡せ。そうすれば、お前と母さんに果てを出さない。それに、一生かかっても使い切れない金を渡す。お前らに。どうしてお前を信じられるんだ？
自分の婚約者さえも兵器で勝たせる奴のことなんて。話してるのは白石島か？彼女も俺にとってもっと大事な駒に過ぎない彼女がお前に近づいたのは会社を守るためだと思ってるのか？実は彼女の目的は俺のスイス銀行のパスワードだ。スイス銀行の資産を動かせるパスワードだ。結局さ、お前の狙いはこの数ヶ月俺が必死で手に入れたものを全部お前に差し出させたいだけだろ。努力？お前は舞台の上で俺のおかげで一芝居売っただけだ。まあまあ、のしょうだったな。さて、そろそろ真相を明かそうか。これにサインしろ株式無条件譲渡。契約だ綺麗に身を引けるぞ。そんなに頭が切れるなら全部抜かりないんだろ？自分でサインすればいいじゃん。もしかして死んでることになってる？時間が長すぎてもう訳がわからなくなってるんじゃない？死んだことになってる奴がどうやって自分の資産を継ぐんだ？口だけは達者だ。でも、現実は何も変わらない。これが現実とよ。今、疾風ホールディングスの社長として座ってるのは、取締役会にも認められて、株主からも信頼されて、正式な書類にサインできるのは、霧島初だ。お前は、霧島俊。もう死んだも同然の人間で、法律的には幽霊みたいなもんだ。信じる奴なんていると思うか？株主たちが信じるのは自分たちに利益をもたらす社長か、それとも、身元もわからず、ただ混乱を招くだけの奴か。お前と、お前が大事にしてるもの全部、今すぐ消し去ってやる。やってみろ。来たる途中で。もう手は、打ってある。明日の朝、俺が戻らなかったら、それかきりしまれんの。母に少しでも、手を出したら。その時は会社の資金横領、死亡証明、偽造ケーマン、諸島やバージン諸島で金庫設立。マネーロンダリングの証拠、全部経済犯罪、対策部監察委員会。それに、有名な国際メディアに、一斉に公開される疑うなら試してみろよ。お前の動きが早いか、ネットで広まるのが早いか。もう、やめて！まあな、来てくれたんだ、ね。早く彼に契約書にサインさせてくれ。絶対に、そんなことしない。今の会社の状況は、株主も、社員も、みんな、彼を認めてる。彼と一緒にいるのは、結局そのパスワードが欲しいだけなんだろ？約束したじゃないか。必ず君に渡すよ。会社のためでもあるし、自分自身のためでもある。約束してくれたけど、一度でも守ったことある？あんたにとってはみんなコマに過ぎない。私もそうなんでしょ？ちゃんと見てろよ。もうお前の時代は終わったんだ。今は俺の時代だ。お前、なんでだ？どっちかにしろ。海外の不明資産を持って今すぐ消えろ。どっちかにしろ。俺と道連れになるか、一緒に潰れるか。自分で決めろ。まあ、いい。なかなかやるじゃないか。思ったより度胸あるな。この場は、しばらくお前に任せてやる。でも、ゲームはまだ終わりじゃない。次に会う時も、今みたいに、強気でいられるか見せてもらおう。本当に信じられない彼があっさり言っちゃったなんて、さっき話してた証拠のこと？はったりかましただけさ。俺の手元には細切れの証拠しかない。それを無理やり繋ぎ合わせただけで、まともな証拠の流れにはならないんだ。彼を追い落とすには十分じゃない。彼は絶対に黙っていないよ。これは、ただの一時的な休戦だ。彼は絶対にもっと強力な反撃を準備してる。あなたって、本当に無茶なギャンブラーだね。彼が引っかからないんじゃないかって心配じゃなかった？疑り深くてしわい、欲が強いギャンブラーって、もっと大きな賭けじゃないと、怖がらせられないんだ。助かったな。賭けに、勝ったな。ヒョウ君、俺は、もう誰かの影武者じゃない。いつでも捨てられる人形でもない。俺は、霧島、ハチスだ。自分の力と勇気で、狼の群れの中で生き抜いた、疾風、ホールディングスの本当のリーダーだ。
会議室であなたが突然鉄壁プロジェクトを発表したのは、それが全てじゃない。もっと大事なのは霧島。俊が会社に残した見えないスパイたちが反撃してくるのを警戒してたんだね。それだけじゃない。みんなに分からせたいんだ。今日ここに座ってるのは、指示できるのは、人の運命を変えられるのは俺だ。霧島、初田、明日市内の青少年、イノベーション、基金に1億円を追加で寄付する。霧島、初の名前で。今のタイミングでやっと騒ぎが落ち着いたのに目立つと危ないし、ちょっとやりすぎじゃない？違う。俺は堂々とやりたいんだ。霧島、ハチスって名前を使って、しっかりとみんなに見える。良いことをする。霧島、ハチスって名前を、もうただのラベルじゃなくて、霧島、俊みたいにそれ以上に有名で、もっと価値ある名前にしたい。霧島社長今回、どうして霧島ハチスというお名前で寄付されたんですか？それには何か特別な意味があるのでしょうか？実は霧島、ハチスが、俺の本名なんだ。今まで使わなかったのは、タイミングがまだだと思ってたし、力も足りなかったから。今こそその時が来たと思う。みんなにもっと完全で、本当の自分を見せる時だ。疾風ホールディングスを率いる霧島俊であり、感謝の心を持って、社会に恩返ししたい。霧島、ハチスでもある。夜ノーニュースです。疾風ホールディングスの霧島俊が感謝を胸に社会に恩返し基金への巨額寄付を行いました。セロンの反応は予想以上に良かった。ほとんど絶賛ばかりだった。思い切った賭けだったけど、うまくいったね。これはほんの突破口だ。一歩ずつ着実に進めていく霧島。ハチスという名前をこの業界に、俺の名前を刻み込む。みんなの心にも深く刻み込むんだ。いつか必ず霧島俊が本当に戻ってきても、俺が自分の手で築いたものは、霧島俊にも奪わせない。社長からです。まだこの国にいるのか。社長がゲームのやり方を変えるって。どうすつもりなの？脅しじゃない。これは、ビジネス協力の計画書だ。一体何を企んでるの？自分から協力を持ちかけてきたの？ありえないでしょ？怪しい奴が親切ぶってるだけ。あいつ、狙ってるのは、俺たちが大金をつぎ込んで、必死で開発してきたレイメチッププロジェクトだ。レイメまで。それだけじゃなくて、海外の怪しい特許技術まで、特殊ルートまで手に入れようとしてる。ただで儲けようとして、俺たちの利益の40を持っていく気か。しかも、革新技術まで共有しろって、ふざけるな。レイメプロジェクトは、俺がいろんな困難を乗り越えて、自分の手で育てたんだ。これが、俺の未来の土台で、俺の子供なんだ。もし彼が自分から協力を持ちかけてきたなら、絶対に何か仕掛けてきてるよね。私たちの知らない隠し玉があるかも。もし強気で断ったら、何かされるかも。いや、協力する。正気なの？あいつには得しようとしても、逆に痛い目を見せてやれ。霧島社長、お元気でしたか？腕の具合はどうですか？定型についてですな。ご検討いただけましたか？霧島、
シュンさんのご提案は、確かに建設的だと思います。社内で検討した上で、かなり興味があります。ただ、細かいところはもうちょっと考えないと。例えば先ほどご提案された革新的なコア技術についてですが、具体的にどの特許を指しているんですか？評価の根拠は何でしょうか？知的財産権については本当に問題なくクリアだと言えますか？要調査させていただきます。私たちがご提供するのは単なるバラバラの技術ではありません。北米と欧州のハイエンド市場へ独自のルートを持っています。排他的なルートです。これで十分に御社が初期に投入した資金や設備、スペースへの投資も相殺できます。25の技術株式をいただきたいです。これは当然の要求です。合理的だと思います。いいですよ。ただし、一つ前提があります。革新技術を担当している開発チームは全員こちらに来ていただきます。弊社の管理を受けてもらい、セキュリティ審査も受けてもらいます。さらに、技術のすべてのソースコードと設計資料もご提出いただきます。徹底的に制限なしで背景調査をして知的財産権の履歴も調べます。ちゃんと潔白であることを確認します。問題ありません。では、失礼します。そんなにあっさり承諾して大丈夫？しかも25も技術株を渡すなんて、そもそもこの技術出所がはっきりしてないのに、もし審査で何か問題が出たらどうするの？もしかして、これってそもそも罠なんじゃない？俺が狙ってるのは、彼らに人を送り込ませること。俺たちの目の前に置いて中に閉じ込めてしまえば、黒か白かはっきりさせる。もう彼らが決めることじゃない。これが、罠にかける。ってやつ。さあ人と技術さえこっちに送り込んでくれれば、それでいいんだ。入ったら、もう帰れなくさせる。霧島社長、協力の環境がお約束通りプロフェッショナルで効率的で純粋であってほしいです。私たちの時間は大切です。心配しなくていいよ。林田、博士、一流だから。最高の待遇は、ちゃんと用意するよ。最高の研究室と、最先端の設備。それから一番清潔な、最も安全な、N 独立、ネットワーク環境も、N 整えてある。よ。霧島社長、白石、副社長、最優先のご指示に従いまして、彼らの作業エリアは物理的に隔離されています。外部との通信、ネットワークは有線でも無線でも必ず特製の学習機能付きファイアウォールを通す仕組みです。データの動きは異常をすぐ検知します。すべてのデータは入るだけで外には出ません。こんな徹底した制限と監視じゃ、彼らもバカじゃないし、すぐに怪しまれるんじゃない？それで協力がダメになるかも。怪しまれても構わないさ。全部技術の安全のためなんだから。契約書の添付資料に全部はっきり書いてあるんだ。もし彼らがうちの革新データに触れたり手に入れたいなら、うちのルールに従ってもらうよ。耐えられないなら玄関はそっちだ。ご自由に。窮屈だろ？しんどいよな。そう来なくちゃ。これが前座だよ。見せ場はこれからだよ。霧島社長、林田博士チームは一見現状を受け入れているようで、細かく行動を分析するソフトで異常をマークしました。これが最近の異常な記録です。林田博士の個人スマホが最近何度も定期的に未登録の Wi-Fi 信号源をスキャンして接続しようとしている。その信号源を逆に追跡してみたら、彼らのチームが住んでいる寮の中だったんです。しばらく動かずに様子を見ていました。じっくり信号を追跡して、この信号は最終的に暗号化されてジャンプし特定の海外サーバーにつながっていました。海外の有名な企業、スパイ活動に関わるハッカー集団のサーバーでした。獲物がついに引っかかったな。彼が接続を試みた行動と信号の追跡ルートは全部記録できてる。ご安心ください。すべて HD 録画済みです。ネットログも保存しています。リアルタイムで交渉しました。証拠もすべて揃っています。証拠はすべて固定して保存してあります。霧島社長。誰のつもりですか？勝手に俺のオフィスに入ってくるなんて。林田、博士。説明してくれ。どういうことなのか。どうして勤務時間外にあなたの個人スマホがずっとシャドウと呼ばれる。悪名高いハッカー集団と接触しようとしていたのか、本当に研究しに来たのか、それともスパイしに来たの。
みんな、認めました決定的な証拠を突きつけられて、林田博士は取り乱しました。認めました。霧島俊に指示されて。協力機関を利用して、うちのレイメチップの革新構造データも、トレーニングも出る。もう。この USB メモリと、俺が用意した友好協力契約書を全部まとめて霧島俊に渡して、霧島俊にといただして、彼のエースとチーム全員が企業スパイ容疑でずっと刑務所暮らしになるぞ。それとも、今すぐ出と行け、二度とレイメプロジェクトに関わるな。容赦ないな君を甘く見てたよ。お互い様だろ。霧島社長に教わったから。今は君が決める番だ。君の部下たちを刑務所行きを免れさせるか、それともこの協力ゲームを続けていくか。そうか、上等だな。レイメプロジェクト。降りる。部下。そっちで好きにしよう。そんなにあっさりと手を引くなんて全然霧島氏らしくないよ。あの人はね、荷物タイプだし、目的を果たすまで絶対に諦めないはずなのに。普通じゃないよ。違う。絶対に何か考えてるレイメプロジェクト。あいつは絶対に諦めない林田博士という切り札を失っても、そう簡単には諦めないはずがない。やばい、陽動作戦かもしれない。急いで他のコア、ソージェクトも確認しよう。特に、バイオ、医薬品。それから新エネルギー電池のセキュリティレベルもチェックしよう。急いで。霧島、社長、やばいです。ネットワーク攻撃を受けています。同時に APT 攻撃も発生しています。脅威がシステムに浸透しています。向こうの攻撃、めちゃくちゃ強いです。まるで世界トップレベルのプロのハッカー集団みたいです。外部ファイアウォールがすごい圧力を受けてます。やっぱり表では負けたふりして裏でいきなり攻撃してきたな。油断させて、いきなり本丸を狙ってきたな。全員、防衛レベル、1発動。予備防御ノードをすべて起動しよう。絶対に侵入させるな。データを絶対に盗ませるな。霧島社長彼らが新しい複数の脆弱性を組み合わせて攻撃しています。第3、防衛線が穴が開いてしまいました。すぐに防御システムを起動して社内の緊急対応プランも実行不要な外部データ、接続と物理ポートは全部切断しよう。攻撃をこちらに誘導しよう。逆追跡して本当の踏み台アドレスを特定しよう。止めた！いやー。ネットワーク攻撃はおとりだ。本当の狙いは生物遺伝子バンクのサーバー、ルームだ。誰かがもう中にいる。急いで。お前かよ！霧島俊は本当に抜け目がないな。こんな昔から潜り込ませてたスパイまで、今になって使ってきたか。連れてけ！別に言わなくてもいい。俺には何なのか分かってるから。データイーターと区別な装置だ。コアサーバーに挿した瞬間の中のカスタムウイルスな、すぐに発動する。爆発的なスピードで複製して、拡散して上書きして、すべての元データを飲み込む。最終的に記憶システム全体が完全にダウンする。そうなんだろ？霧島俊。手に入らないなら、壊すつもりなんだろ。かけらも俺に残さないなんて。本当に、やり方がえげつないな。やり方がひどすぎる。これはもう企業スパイじゃなくて、明らかな破壊。行為だよ。もし彼がやり遂げたら、取り返しがつかないことになる。負けたんだ証拠は全部揃ってる。お前が送り込んだ物理破壊。それに重要なビジネスデータを消そうとした。その直接的な証拠は全部、今、俺の手の中田商人も、証拠も、俺が全部持ってる。だから最後の選択をさせてやる。綺麗さっぱり消えろ。俺の世界からいなくなれ。
疾風ホールディングスの世界からいなくなれ。さもないと次は調査部に呼ばれてお茶するだけじゃ済まない。もっと厳しいことになる。俺の持ってる全てを使って、徹底的に社会的に終わらせてやる。二度と、上がれないようにしてやる。本当に、諦めるのかな？これで手を引くのかな？彼には、俺がどれだけ切り札を持ってるかわからないんだ。ああいう自信過剰なギャンブラーには、道の恐怖ってさ、わかってる。負けよりもずっと苦しいし、心をえぐるんだよ。しばらくはおとなしくしてるだろう。少なくとも近いうちは、しばらくは姿を見せないはずだ。この勝負、俺たちが勝った。俺たちの勝ちだ。勝ったけど、ボロボロだね。皆さん、この100日余り疾風ホールディングスは創業以来、最も厳しい嵐に直面してきました。私たちは内外からの繰り返される悪意ある攻撃や、転覆の陰謀を阻止しました。私たちは会社を守り抜き、みんなで頑張ってきた事業も守り抜き、そして疾風ホールディングスの未来も尊厳も守り抜きました。桐島社長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 こんなんな日々を通して私は強く実感したことがあります。それは、企業の成功は一人だけの力じゃなくて、みんなの団結と自信から生まれるものなんです。そしてみんなで築き上げたかけがえのないコアバリューなんです。ここで宣言します。疾風ホールディングスは過去の苦難に別れを告げ、新しい私たちの成長のステージに進みます。私たちはもうどんな挑戦も恐れません。自ら攻めていき、みんなで新しい時代を迎えましょう。桐島社長桐島社長桐島社長みんなが指示しているのは、あなただ。何度もみんなを困難から救い出して、道しるべと勇気をくれたあなたなんだ。霧島俊じゃない。霧島。じゃあ、あなたはどうなの？今日、ここに立って、このすべてを見ている。あなたは本当に指示しているのは誰なんだ？あなたが操ろうとしている操り人形なのか？それとも、今、目の前にいる俺なのか？これで全部終わった。霧島俊はもう戻ってこない。取締役会も完全にあなたのものになった。大友渡もあなたがしっかりと掌握している。今あなたが疾風ホールディングスの本当の主人になった。本当の主人だ。時々、オフィスに立って、下で忙しく働く人たちを見下ろしていると、時々、ぼんやりしてしまう。俺が全部を動かしているのか？それとも、この立場が、ずっと俺を動かしているのか？この道に足を踏み入れて後悔してる？後悔してない。でも、もし、あの時、俺が君の車に乗ってなかったら、今の俺はどこにいるんだろう。もしかしたら、まだ大工を運転してるかも。もしかしたら別の仕事をしてるかも。でも、ここに座ってることは絶対ないよ。街を見下ろしてるなんてありえないよ。ね。君はどう？俺を選んだこと、後悔してる？最初は、操り人形が欲しかった。自分の言うことを聞く人を求めてた。でも、私が見つけたのは、本気でぶつかり合える相手、一緒にやっていける仲間。そして、想像もしなかった人だった。嘘みたいな芝居が、いつの間にか本当になっちゃったね。ちょっと考えてたんだ。これから俺たち、どうやってやっていくんだろうな。私たちのストーリーを作ろう。台本なんていらない。即興でやろう。新しい始まりのために。本当のために。